皆さんこんにちは、みのみです。本日は歯のホワイトニングのお話なんですけど、皆さんこちらご存知でしょうか？じゃじゃーん、クレストの 3D ホワイトストリップスっていうホワイトニングの製品になります。今日はこの製品の使用方法から詳しい説明まで全て紹介をしていきますので、今現在クレストのホワイトニング製品気になってるよって方であったり、これからホワイトニング始めたいけど何していいかわからないよって方いらっしゃれば、今日の動画参考にしていただけると嬉しいです。ご存知の方も多いこのクレストのホワイトニングの製品なんですけど、本国のアメリカでは様々な種類のホワイトニング製品売られていて、例えばなんですけど、こういった塗ってホワイトニングをするタイプとかであったり、あとはシートをつけてこういったですね、光を当ててホワイトニングをしていく方法とか、何種類かいろいろあったりするんですね。比較的日本で入りやすいタイプっていうのがこのシール単体で行うホワイトニング方法かと思います。なので今日はこちらのスタンダードなホワイトニング方法のこのシートの使い方について紹介していこうと思います。この製品、ここに数字書かれてありますよね。実はこのシールの中でもこういった数字で分けられて、レベル別でいくつかの製品のラインアップっていうのがあるんですね。この数字何を表しているかというと、歯を白くする成分の強さ、レベルを表しているんです。例えばこの数字、レベル最弱が6からあったり、一番上は確か34とかまであって、もちろん強度の話なので、数字が大きければ大きいほど濃度が高くなることになるので、即効性という意味ではぐんと上がって歯が白くなる速度っていうのも上がってくるんです。その反面、濃度が高いと知覚過敏とかそういったリスクっていうのも上がってきますので、この濃度自体がレベル自体が高ければ高いほどいいってわけでもないんですよ。大事なのはご自身のライフスタイルに合ったやり方っていうんですかね。例えば多忙で本当に忙しくって、こんな毎日一定期間ホワイトニングしてることできないよなんていう方であったら、知覚過敏のリスクを十分承知の上でレベルが高いやつが選べば即効性もぐんと上がるので、すぐに白くなりますし、逆に知覚過敏には十分に注意したいし、時間をかけてもいいから安心安全にホワイトニングを行いたいよっていう方であれば、ここのレベルをですね、低めのものにしてゆっくりと安全第一でやっていくっていう方法ももちろんありだと思うんです。私が愛用しているのがこの20っていうレベルで、ちょうど中間地点ぐらいですかね。あくまでも個人的な意見なんですけど、あまりにもこれレベルが低いとやっぱり効果もじっくり現れてくるものなので、私的にはこのレベル20くらいがちょうどいいのかななんて思ったりしています。というのも、一定期間である程度効果が測定できて、ちゃんと様子を見れるレベルなんじゃないかなっていう感じがするんですね。ちなみにレベルの数字っていうのは書いてないんですけど、センシティブ用って言って知覚過敏用のシートっていうのもあったりするんですけど、次回こちらどこかで動画でレビューもしてみたいと思うので、ぜひそちらも見てみてくださいね。そもそもこの数字の濃度って何なのかっていう話なんですけど、歯を白くする薬剤、厳密に言うと薬剤で歯の中の成分の色素を薄くすることによって歯を白く見せているっていうことなんですけど、この薬剤っていうのが主にホワイトニングでは過酸化水素と過酸化尿素っていう成分が入っていることが多いです。このクレスト自体の製品には過酸化水素っていう薬剤が入っていて、要はこのレベルっていうのは様々な成分とかあると思うんですけど、主に過酸化水素の濃度の強さを表していると言われています。ちなみにこうやってレベル別で分けてはいるものの、濃度の詳しいパーセンテージっていうのはクレストは公表はされていないです。はい、いよいよこれシート試してみましょうね。ここすごくないですか？ちなみにこれ海外から取り寄せた個人輸入なんですけど、めちゃくちゃこのまま潰れたまま来てます。では開けてみますね。中にはこうやって小分けになったやついっぱい入ってて、この製品に関しては20回分のシートが入っています。この後これを使った結果っていうのをお見せしたいと思うんですけど、私の歯結構ホワイトニングしてて歯が白い状態なので、すでにあまり今やってもちょっと正直効果がわからないっていうところがあるので、今日はこれ実際レクチャーする形だけで、結果に関してはこれと全く同じ製品を以前やった結果っていうのを写真ありますので、そちらを紹介させてください。今これ20枚分入ってるって言いましたけど、だいたい 3,4 シートくらいで白くなることもありますし、もちろん個人差あるんですけど、
20シートあるってことは何クール分かできるってことで結構長持ちします。これを貼って45分間置いて剥がしてくださいねっていうことが書いてあるんですね。すごい方法としては簡単ですよね。実際袋を開けてみるとわかりますかね。2枚のシールがあって、長い方が上の歯、短い方が下の歯に貼っていくことになります。貼る時の注意なんですけど、これ歯茎につけすぎちゃうと染みる原因にはなってしまうので、そこはちょっと念頭に置いといた方がいいかもしれません。なんですけど、私の場合歯と歯の間のところまでムラなく白くしたいので結構食い込ませるんですね。そうやるとどうしても歯茎に渡ってしまうので、ちょっとそこはご自身でどちらがいいかっていうのは考えてみた方がいいかもしれません。それでは貼っていきます。はい、実際貼ってみました。ここからしっかりと45分間測ってやっていきます。この間なんですけど、なるべく飲食は避けてくださいね。どうしてもって時はストローで水とか飲むといいと思います。よく歯磨きをした後にこれ貼った方がいいですかっていう質問もいただくんですけど、そこまで気にする必要はなくって、食後じゃない限りシートを貼るタイミングはそこまで気にしなくていいと思います。ただ気になるって人は口をゆすいだりフロスしたり、ちょっと軽く歯を磨いてあげた後でもいいかもしれません。私もいつもホワイトニング中は葛藤というか誘惑なんですけど、とにかく歯に着色しやすいものは避けた方が歯の白さ持続しますし、綺麗に白くなりますので、そこは気をつけてくださいね。私の場合誘惑は一番はコーヒーなんですよ。もうこれは本当にホワイトニング期間中耐えるのが本当に難しいです。常に白い歯になりたいっていう気持ちとコーヒーとのこの欲望との葛藤続いてますね。皆さんは何かどうしてもやめられないものってありませんか？コーヒーとホワイトニングの葛藤っていうのを共感できる人いたら結構嬉しいかもしれないです。ここからシール剥がしていきたいと思います。たまにこのシールの繊維っていうんですかね、ベタベタが残る時があるので、気になる場合は口をゆすいだり取ってあげたりしてください。ここから実際にこの同じ製品でやった時のホワイトニングのこの前後の比較っていうのをお見せしたいと思います。こんな感じです。もともとこれもビフォアが白くてちょっと分かりづらいじゃんってツッコミいただきそうなんですけど、それでも1回の使用でも目で見て分かるくらい白くなってるの分かりますかね。もし現在歯の色が黄ばんでいて気になってるなって方であれば、黄色いほど色のギャップの差出てきて白さが目に見えてきて、きっとモチベーションも上がると思うので、そこはやっぱ何度かトライして続けてほしいと思います。個人的にはもしまだホワイトニングをしたことがないっていう方で、例えばこの同じレベル20を使ったとしたら1回でも若干白さっていうのは実感できるとは思うんですけど、何回か続けていくと本当に目に見えて白くなったって分かりますよ。あとは自分がどれだけ白くしたいかとか、そういったその好みっていうのをちゃんと考えてホワイトニングぜひしてみてくださいね。このクレストのシートを使用する際の注意点としては、やっぱりどうしても知覚過敏っていうのが出やすいと思います。そういった方で気になるっていう方はレベルを低く下げてコツコツと続けてみるか、あとは知覚過敏用の歯磨き粉などを使って日頃から知覚過敏の対策などしてみるっていうのもありかもしれません。これからもたくさんホワイトニングの動画なども配信していきますので、本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。